皆さん、こんにちは。なつきです。ご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは、創価学会の男性と結婚した私の体験をお話しします。ラジオみたいな感じでね、気楽に聞いていただけると嬉しいです。今回は、創価学会の介護って何をしているの？未活の主婦が介護に参加した体験を話しますというテーマで、私が体験したね、介護のお話をします。まず前提からね、お話しします。会合っていうのは座談会や本部幹部会を含めた総称で、本部幹部会は同時中継、同中と言われていて、その幹部会の録画をね、会館や個人宅でみんなで見る集まりです。会合と道中って違うんですが、今日は会合があるっていうとね、座談会のことを指していると思います。座談会って何かっていうと、互いの信仰体験を語り合う対話の場であり、協賛を研鑽する触発の場とね、創価学会の公式ホームページには書かれています。教学とは創価の教えを勉強することですよね。座談会は地区、ブロック単位で行われています。さらっとね、これも説明すると、ブロックは地区より小さい単位。で、学校で例えると、ブロックは通学の分断くらい、地区は学区よりちょっと小さいのかなっていう認識です。で、ブロック、地区、支部、本部、県、分区、分県、区。ここでようやく都道府県単位になると思います。ちょっと調べました。話を戻しまして、会合ね、何回あるのか。めっちゃあるんですよ。創価のホームページには座談会は月1回って書いてあったんですが、もっとあるような気がしますね。会合とか懇談とかね、リーダー以上の人はリーダーの会合とか会議、それと道中とか含めると何回なんだろう。なんか週に3回な気がしますね、夫を見ていると。私が参加した地区の座談会も体験発表とね、勉強だったと思います。どなたかのご自宅に集まるんですけど、割とね、部屋いっぱいに人が集まって、それがまずびっくりしました。2、30人いるのかな？なんか年齢層は高めですね。私は当時30代前半ぐらいだったので、自分より年上の方ばかりでした。何をするかってね、誰かの体験発表なんかを聞くんですよ。信心って信仰することなんですが、信心するきっかけから、ビフォーアフターの体験、もしくはね、こんなことがあったよとかね、そういう報告もあります。体験だと話す人が事前に決まっているんですかね。で、時々拍手喝采の場面がちらちらある。なんていうか報告というのか、話したいだけの人。ちょっと言い方があれなんですけど、報告したい人の話がね、とりあえずね、なんか話が長かったことは覚えているんですよ。その話いるみたいなところから始まったりするんです。この間どこどこ駅に行ってパンを買ってそれであそこへ行ってとかね。なんか家を出るところから物語を話し始める人もいて、これいつ終わるの？オチはあるのかって正直思いました。オチは大抵ないですね。話したいんだろうなと思って聞いていました。それでそういう誰かの話があって、で、それから勉強。大白蓮華っていうね、冊子の中に、拝読御書っていうページがあって、それを使ってみんなで学ぶっていう感じです。幹部の人なのか、リーダーなのか、理解できている人の話を聞くみたいな感じだったと思います。他にはね、創価関係ないクイズ大会とかね、なんかイベントみたいなこともあって、企画する側は大変だなと思いました。もっとね、少人数の集まりにも参加したことがあります。これはブロックだったのかグループだったのかわかりませんが、私を含めてね、3人だったんですよ。何がきっかけか忘れましたが、子供がね、赤ちゃんの時でした。本当に近所の歩いて5分以内の学会員さんの家にお邪魔して喋るみたいな。その家の方はリーダーだったのかな。で、その方が、一応介護だから、それなりのことはやるけど、うちは緩いからね、と言っていたことを覚えています。それで大白か東大だったかもしれない。なんかそれをね、少し
読んだりした後、フリートークみたいなね、創価関係なく普通の話をした気がします。だから創価っぽいことは15分ぐらいで終わって、あとは主婦の話みたいな。かなり気楽で割と楽しかったんですよね。近所に知り合いもいないし、創価のこともね、誰にも相談できないし、そのお二人はバリバリ学会みたいな感じではなかったからかもしれないです。だからこの座談会は参加していて、で、時々幹部の人、まさに学会の人みたいな、なんとか部長だったかもしれないですが、人数が増えるとね、ちょっとピリッとした集まりになっていました。結局ですね、私以外の人が引っ越しされたので、この会はなくなってしまいました。だから私も創価からフェードアウトしていった気がします。次に同時中継ですね。本部幹部会の様子が全国の創価学会の会館、あるいは個人の家で放送っていうのか配信っていうのか、映像が流れるので、それを集まった学会員さんで見るんです。同時中継とは言われていますが、もちろん生配信ではないですし、編集されています。参加すれば見られるんですが、もちろん YouTube みたいにね、誰でも見られるわけではありません。創価といえばこんな感じっていうような、創価のイメージ通りの映像だなと私は思いました。今はね、どんな内容になっているかわかりませんが、私が見た映像は、池田先生の話、スピーチですよね。あとは偉い人の話とか、学会の歌とかね。会館に行ったことはありますよ、道中のために。めちゃくちゃ人がいてね、びっくりしました。そこら辺の人みんな学会員なのって思うくらいね。会館で思い出したんですが、夏場ね、会館に行った時、私はサンダルを履いていたので、裸足だったんですよ。で、会館に入るのに、裸足はダメってね、夫に言われたから、じゃあ帰るわって言ったら、帰ってと言われたんですよ。と思って、それで帰りました。サンダルの人もね、何人か見たんですけど、皆さん靴下を持参してましたね。で、道中は、学会っぽいっていうのか、学会の歌、学会歌が流れたり歌ったりすることもあるので、正直ね、結構弾きました。はい、今回は創価学会の会合って何をしているの？未活の主婦が会合に参加した体験を話しますというテーマでお話ししました。こうやってね、10年以上前のことを思い出してみると、私もね、割と創価に関わっていましたね。赤ちゃん連れの集まりとかもありました。なんで参加していたのかって考えてみると、人とのつながりが欲しかったのかなと思いますね。それに思ったより変な人はいないっていうか、創価だけどそれを隠している人は多いと思いました。もちろんそうですよね。世間一般で見れば、創価色というのか、色が強い人ばかり目立って悪い印象を与えているというか、そう受け取られている気がします。創価の中でもね、いろんな人がいますからね。そんなに誰しもが入会を進めてきたり、新聞を進めてきたりしないですよ。みんながみんなね、私は創価です。あなたも入会しましょうみたいなね、言わないです。だから、あなたも創価だったのっていうパターンはね、結構あると思います。最初から宗教色を出している人の方が少ないのではないですかね。それとですね、過去のことを話していて思い出したんですが、実は私もね、行ったことがあるんですよ、信濃町。それと他の地方の会合にも参加したことがあるんです。遠征というのかね、そういう話もまた他の動画でお話しできればと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。